どうもちは、金子でございます。ということで、今日なんですけども、船の上からお送りということは釣りですよ。今日はですね、ちょっと大物を狙いに来ました。今日狙うターゲットがトンボマグロですね。トンボマグロをこういうメタルジグで狙っていくという釣り、トンジギっていうのかな、それに挑戦しに来ました。いや、結構船走らせましたね。片道2時間ぐらいのところに来ました。すごい海してますわ。でこのポイントは水深が 500m ぐらいなんですけど、トンボマグロがいる層っていうのがね、だいたい上の 100m ぐらいのところなんで、 100m ぐらい落として引いてくると。ちょっとやってみますか。さあ釣れるかな。いってらっしゃい。よっと、久しぶりだなジギング。結構ジギングの動画もね人気なんでね、やっていきたいんですけどね。さあこれは大変な戦いになるな。 100m、だいたいこんなもんかね。でこれでワンピッチでこうしゃくっていくと、そうすると釣れるらしい。さあほんとこれの繰り返しですね。落としてワンピッチで回して上げていく、落として上げていく。水深 500m って言ってますからね。 500m のボトムにいる魚もすげえ気になりますけどね。でも今日はトンボマグロなんで1匹は釣りたいな。さあちょっと絵的に地味なんでね、ヒットシーンまで飛ばします。うわ来たぞー。うわやばいやばいやばい。いやー来た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 。すげえ。でも意外とね引かない。おおこう走る走る。最後の抵抗を見せてきますね。もうちょっとうわ重い重たい。はい上がってきて、よし。でももう確実に戻んだ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 。今だ今だ。弱ってる。これマジでこう釣りのゲームと一緒。弱ってるタイミングでめっちゃ引いてくるっていう。よし来てる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 来た。上がってきた。見えた。銀色ボディが見えた。おい来た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 。おおぐる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 回ってきますね。よっしゃ出す。しゃー。おお来た。これは正真正銘トンボマグロですな。生きたトンボマグロ初めて見た。いいサイズですね。こうねヒレが長くてめちゃめちゃ綺麗。よっほらすげえ。うわすげえ。めっちゃ元気が。やりました。出す。よっしゃオッケー。ただいまということで、ぬるっと帰宅しました。ちょっと釣りシーンがね、バタバタしててね、なかなかうまく撮れてなかった。でもね、なんだかんだ釣れました。で、今日がね、翌日なんですけど、よいしょ。はい、これ。じゃーん。氷でキンキンに冷やしてあります。こちらが、トンボマグロですね。トンボマグロって言いますけど、皆さんの馴染みのある言葉で言うと、ビンチョウマグロ。お寿司屋さんとかでね、聞いたことないですか？で、ビントロっていうのが油の乗ったトンボマグロのことです。で、油トンボとも言うんですけど、これはね、そんなに油は乗ってないですね。ほんで、マグロって、実は、取れたてめちゃくちゃまずいんですよ。僕もね、昨日、さばいて、取れたてを食べてみたんですけど、やっぱり美味しくなかったですね。マグロは、このサイズだと、2日から3日ぐらい、この丸の状態で寝かしとくと、ああいうもっちりとした、サラサラっとした旨味のある身に仕上がります。で、おろさない方がいいんですよね。おろしちゃうとどうなるかというと、これ、昨日、プリプリの状態をおろして、冷蔵庫で置いたもの。身がね、キュッと縮まっちゃうんですよね。で、水っぽくなる気がします。なので、できればもうこの状態で寝かしとくことをお勧めしますね。ちょっと今水が出てますけど、本当は水も取って寝かしとくのがいいな。大きいんで、なかなかこの状態で寝かすの難しいんですけど、3枚おろしぐらいまでだったらいいかもしれませんね。そしたらあと2日ぐらい氷かけて寝かしときましょう。よし、2日後に移動。はい、では3日経過ですね。おー、いい感じ。よっと。この大きさでだいたいね、6キロぐらいだと思います。で、船でこうやってエラも内臓も抜いてくれてありますんでね、すごく楽です。そしたらまずは頭を落としちゃいます。よっと。トンボマグロはね、このヒレがすごい綺麗ですよね。長くて美しい。はい、頭が取れました。そしたらお腹を割って、で、ここから普通に3枚おろし。できるだけ一立ちで。で、トンボマグロはね、こう、もっちりしてるんで、こうなかなかね、包丁が入っていかないんですよ。なんで、一回一回、こうやってタオルで拭いて、ほんで、包丁を入れていくと。で、背中のここがね、カツオみたいに硬いんですよ。なんで、ここは、ちょっと逆包丁でシュッと切ってあげる。で、ガイドライン1本作ったら、そこのガイドラインに沿って包丁を入れていくと。はい、今真ん中まで行きました。真ん中まで入ったら、尻尾からブスッと
マグロっていうんで、なんかおろし方難しそうって思うんですけど、もう普通の魚と一緒です。もう20キロぐらいまでだったらね、このおろし方で簡単に3枚おろしできますんでね。はい、1枚目。やっぱ3日ぐらい寝かした方がいいですね。で、中落ちをこの段階でスプーンでカリカリと取っちゃいます。よし。はい、そしたらもう反対もおろしていきます。こっから入れて、で、このお腹のここまでいっちゃいます。お腹のここから、ビビビビビッと、ここに1本入ります。そしたら裏面めくって、こっち側も、ちょっと、皮が硬いので、ここは逆包丁でギュッと皮を1枚切る。そしたら皮1枚切れましたら、そこから包丁をゆっくり入れていく。はい、背骨まで行きました。こう開いて、背骨まで行ったら、尻尾から刺して、はい、こんな感じ。そうすると、綺麗に3枚おろしできます。はい、あとは向こうでやっていきましょう。では、まず、腹骨を取っちゃいましょう。腹骨はね、こういう風に入ってますんで、こう入れて、で、ここがちょっとまっすぐになってますんで、ここまっすぐ入れます。こう来て、こうですね。で、こう入れたら、ここのガクってやったところから、包丁を入れて、剥がしていきます。こんな感じで。ほんで、ここに1本骨が入ってます。なんで、ここ切っちゃって、そしたら、ここめっちゃポイントです。どのマグロでもそうなんですけど、包丁を入れて、このままギコギコ切ろうとすると、マグロの皮が硬くて、包丁がダメになっちゃうんですよね。なんで、ここまで来て皮に当たったら、こっから引っ張る。引きちぎってあげるって感じですね。そうするとね、簡単に切れます。これはね、マジで覚えておいた方がいい。これやることによって包丁も悪くなんないし、鱗が飛び散りにくいんですよ。そしたらここ、血合い骨が入ってますんで、真ん中に1本。で、ここ、皮まで来たら、よっと。こんな感じ。で、トンボマグロはね、特に鱗飛び散りやすいんですよ。なんで気をつけながらさばきます。で、ちょっと硬いんですよね、ほんで鱗が。こっちも、血合い骨を外すと。こんな感じ。そしたらここ血合いですね。血合いをこの段階で取っちゃいます。よっと。できるだけ身をそがないように血合いだけを取っていくと。はい、こんな感じ。そしたら、今から皮引くんですけど、皮を引く前に、先にマグロの身を置くバットかなんかを用意しておきます。そしたら尻尾の方から皮を剥いでいくと。で、ちょっと浮かして引いてあげます。筋も一緒に取ってあげるイメージですね。よっと。はい、こんな感じ。そしたら、そーっと持ち上げる。皮引きの完成ですね。で、そしたら、皮引いたものを絶対に、さばいたまな板に置かない。なんでかというと、こう皮の表面の雑菌だとか、こうやって鱗とかいっぱいついてますんで、先ほど用意した綺麗なバット、ここに置いていきます。そうすると、マグロに鱗がついてない状態の柵が出来上がりますと。この、お節側も一緒ですね。こっちも先ほどと一緒。まずは血合いを取る。まあ、柵取りにした状態で血合いを取るやり方もあるんですけど、このぐらいの小型のマグロだったらね、この段階で血合い取っちゃうのが楽かなと思います。これ血合い取るのも結構コツがいるんですよ。ほんと、これめっちゃ難しいですよ。特にトンボマグロはね、よく切れる包丁じゃないと、さばくのがめちゃむずい。本当にやってみるとわかります。カツオとは全然違うんですよ。このね、身がね、吸い付いてくるんですよね。包丁に。むずいんですよ。でね、割れやすいですしね、とても難しいです。で、皮引いたらこの段階で優しく持ち上げる。で、絶対にまな板に乗せない。はい、こんな感じ。うわ、ちょっと残っちゃってるな。ちょっと残っちゃってる場合は、こっち置いて、で、ここで、こうちょっと剥いでいくと。よっと。はい、こんな感じ。で、どうしても気をつけてさばいてても、こうやって鱗がついちゃう場合がありますんで、この場合は、この段階で鱗をきれいに取ってあげると。ペーパーでなぞってあげれば大体取れますんでね。で、もう一つ引き方があります。まず、まな板をこう縦にします。こう置いたら、まずは腹骨を取るとこまでは一緒ですね。こう入れて、腹骨をすいていくと。そしたら、この柵取りすると同時に皮を引いていくってやり方。まず、この血合い骨の横。まずは目節から取っていきますね。お腹の方の肉から取っていきます。はい、こんな感じで皮1枚残した状態ですね。で、この状態で尻尾の方からこうやって包丁をスライドさせて、皮を剥いでいく。慎重に慎重に。はい、こんな感じ。
はい、これで一発で柵取りができました。で、血合いはついてるんですけど、後で血合いは取ります。で、次こっち側ですね。こっち側は反対向けて、で、必ず手前から引いていく。落として、こうですね。で、次こっちから手前からスライドさせて引いていくと。こう背中の方がね、簡単です。なんでかというと、背中の方が皮が硬いから、すごくやりやすいです。はい、ここまで来ました。ここまでいったら、あとは尻尾の方は引っ張っちゃえば、なんとか皮は剥げると思います。よっと。はい、こんな感じ。そうすると、このように、ちょっとここら辺切れて失敗しちゃいましたけど、血合い骨が残った状態、そして皮が引けると。で、トンボマグロってこのぐらいのサイズをコトンって言うんですよ。だいたい10キロ未満ぐらいのやつをコトンって言います。で、20キロ未満のものを中トンって言うんですね。で、20キロ以上のものを種トンって言うんですよ。で、種トンになると、ようやく生殖できるっていう感じらしいですね。で、トンボマグロって養殖が絶対されてないんですよ。なんで養殖されてないかというと、まず一つ目は、トンボマグロ養殖しても採算が合わないんですよね。本マグロとかは高値で取引されますんで、養殖しても採算が合うんですよね。ただトンボマグロとかキハダマグロっていうのはね、安価な魚なんでね、養殖しても採算が合わないっていうのも一つあるんですけど、それ以外にトンボマグロが養殖されていない最大の理由っていうのが、飼育が一番難しいマグロって言われてるんですよ。水族館とかでもね、トンボマグロの生きたやつはね、見れないと思います。そのぐらいトンボマグロはね、難しいんですよ。そう、だから天然物しか出回りません。で、今日このさばいたトンボマグロは、脂少ないですよ。赤身っぽいもっちりとしたトンボマグロなんですけど、この油トンボって言って、ものすごく油の乗ったトンボマグロって存在するんですよ。それが回転寿司とかでお寿司のネタで流れてくるビンチョウマグロのことです。この油の乗りのビンチョウマグロ、このトンボマグロっていうのは、お寿司のネタには使われないですね。シーチキンとかそういう加工用に使われます。で、この油の少ないトンボマグロ。これね、すごく食感はもっちりしてるんですけど、どうもね、旨味に欠けるんですよ。食べたことある方だったらわかると思います。このキハダマグロみたいなこの血の旨味もあんまりないしね、このもっちりとしてる淡白な味わいが特徴のマグロなんですよ。この脂の乗ってないトンボマグロをお刺身で美味しく食べれる方法があるんですよ。これね、僕が社会人時代よくやってました。これを美味しくできる方法ありますんで、今日はそちらを皆さんに紹介したいなと思います。明日からスーパーのトンボマグロ消えるんじゃないかなって思います。ちょっとハードル上げすぎたかも。そこまで期待はしないでください。でもう一回言いますけど、とにかくトンボマグロはさばきにくい。ただトンボマグロってね、釣りのターゲットとしてすごい優秀。めちゃくちゃ楽しいしね。なので今日はね、アングラーの皆さんもぜひ覚えてほしい動画となってますね。まず背中の方ですね。上から見ると分かりやすいんですけど、ここがね、筋が入ってるんですよ。これ三角とか片身とか言うんですけど、このぐらいのサイズだったらここ取らずに柵取りしてもいいんですけど、僕はここ一回落とします。なのでこの筋の上ですね。ここから1本斜めに入れます。斜めです。はい、こんな感じ。はい、そうするとこっち側。これはもう筋っこいとこです。なんでスーパーでマグロの柵買うときに、こういうような筋が入ってるマグロの柵は、あんまり買わない方がいいかもしれません。でもこういうところは、こう切ってみるとね、すごいわかりますよね。すごい、中に筋がぎっしり入ってるんですよ。ここはおすすめしません。筋っこいところが好きな方はね、こういうところ選んでもらったらいいと思います。はい、この状態。ここはもう筋入ってません。ちょっと太いので、ここ1本落としましょうか。1本。スーッとなるべく一立ちでスッと、そうしないとギザギザになっちゃいます。はい、こんな感じ。皆さん見たことある形になってきました。これで柵取りの完成ですね。ではまず一度これは避難しましょう。そしたら次はお腹側ですね。で、お腹の腹のところ、ここは脂乗ったところですね。今日のトンボは腹のとこでもそこまで脂乗ってないんですけど、まず僕はね、腹のところで1個取っちゃいます。ほんでお腹のここにも筋っこいところありますんで、ここも先ほどと一緒、ちょっと上で落とすと。こんな感じ。で、あとは筋が少ない部分になりますんで、これを半分に下ろすと。できるだけ一立ちで。はい、こんな感じ。で、ポイントはこういう風にあったら、この赤と白があるじゃないですか。で、ここで落とすと、赤っぽい実と白っぽい実に分かれちゃいます。そういうやり方もあるんですけど、できるだけね、こう、白と赤のグラデーションの柵にした方が綺麗なんで、こう、縦でこういって、白と赤、こういうコントラストにしてあげるといいと思います。さあ、そしたら切っていきましょうか。お皿に、ちょっと緑入れましょう。波乱。そしたら切っていきます。厚さはできるだけ均等に一立ちでスッと切っていく。で、包丁はね、事前に研いどいた方がいいです。
皿の大きさを測って、大きさを手弱で考えて、幅が揃ったら角を潰さないように持って置いていくと、ピンと合わせると。でちょっと重ねるように盛り付けてあげるといい感じになります。でマグロの切る向きは白い方を上にして切った方が綺麗ですね。中トロとかでも白い方が上になってると思います。赤い方上だとちょっと違和感があると思います。なんで白い方を上にして切っていくと。でできるだけ筋に対して直角に入れて、筋を切りながら刺身にしていくって感じですね。ちょっと多かったなと思ったら取ってあげると。で取ってここからスタート。で合体させて、はい OK、 はいちょうどぴったりですね。はいこんな感じ。もう一回いけるな。もう一回いけるんでお腹の方行きましょうか。お腹の方ここも行きましょう。トンボマグロの大トロの部分ですね。はいこんな感じ。そしたらここに先ほど書いた中落ちを置いていく。よっと。でちょっと大葉を添えて、で紅たでほじそで中落ちのとこに菊を乗せて、なんかちょっとここが空いとるのが寂しいな。まあ綺麗に洗った杉の葉っぱでも置いとくか。せっかくだし、こういう機会だし。はい、これでお刺身の方は完成しました。そしたらこの脂のないトンボマグロが美味しく食べられるソースを作っていきます。まあ、ソースっていうほどでもないんですけど、トンボマグロにつけて食べるとめちゃくちゃ美味しいもの、それがあるんですよ。トンボマグロのソースで使うもの、それがですね、じゃん、マヨネーズ。これね、知ってる人意外といないんですけど、こうトンボマグロの刺身にマヨネーズめちゃくちゃ合うんですよ。この油のないこのトンボマグロの身にマヨネーズという油分をもう強引に追加して食べる。これが合う。めちゃくちゃうまいんです。で、マヨネーズだけだと塩味が少ないので、マヨネーズに醤油を入れて、醤油マヨで食べるんですよ。これがめちゃくちゃうまい。普通に醤油で食べるより、もうはるかにうまいです。ほんで、僕この醤油マヨよりもっと好きな食べ方があるんですよ。それがね、マヨキムチなんですよ。これで食べるトンボマグロの刺身がめちゃくちゃうまいんですよ。コスパよし。なんで今日は、この醤油マヨ、そしてキムチマヨ、そしてもう一種類。こちら味噌マヨ。この3種類のソースで食べ比べてみたいと思います。どれが一番美味しいか。まずはマヨネーズを入れていくと。マヨネーズはもうね、大きな多いほどいいんです。よし、こんなもんで。で、そこに、まずは醤油マヨ。そして味噌マヨ。今日は赤でいきます。味噌はマヨネーズの半分ぐらいの量でいいと思いますよ。そしたら、キムチ。そしたらキムチ。このままだと大きいので、ちょっと出して、で軽くザクザクと刻みます。そしたらこれをマヨネーズにドサッと入れます。で、このね、タレもちょっと入れた方がいいんですよ。タレもさーっと。そしたらこれ混ぜ混ぜしていきます。はい、3種類のソースができました。もう1種類乗るな。なんかもう1種類作ろうっと。なんかねえかな。ケチャップマヨオーロラソースどうでしょう。これどれが一番うまいですかね。で、僕辛いのが好きなんでキムマヨにちょっと一味を追加で、オーロラソースにはバジルを色合いで少し
でそこら辺で積んできたミントも添えちゃう。で味噌マヨには食用菊の花を少し散らしておきましょう。あ、かわいい。醤油マヨにもちょっとのせたいので、醤油マヨには芽ネギを切ってのっけます。はい、これで4種類のマヨソースの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずは安定の醤油マヨからいきましょうか。醤油マヨつけてこんな感じ。いただきます。うまい。いい感じにマヨネーズがフォローしてくれてますね。このトンボマグロの脂のなさを。やっぱ醤油の塩味が入ると締まりますね。次、味噌マヨ。味噌マヨ僕初めてですね。で、食用菊散らしましたけど、これお刺身でよく見るじゃないですか。これ、ね、実はね、食べられるんですよ。食用なんで。これ花びらを抜いて、お醤油とかにパラパラーっと浮かべて食べてもまたおつな味がしますよ。今日はちょっと散りばめてみました。味噌マヨでいきます。こちら、いただきます。あ、うまいかも。味噌マヨいいわ。めっちゃ和風な感じになった。次、大本命ですね。僕の大好きな食べ方。キムマヨ。これむちゃくちゃうまいんですよ。これちょっと乗っけて食べるぐらいね。このぐらいいただきます。はい、優勝。こいつが一番です。めちゃくちゃうまいんだよね、これ。マジでうまい。本マグロの中トロ食べてるぐらいの満足感ある。これは騙されたと思ってやってほしい。本当は教えたくなかった。じゃあ次、なんとなく海苔で作ったオーロラソース。これはね、どうなんだろう。ケチャップの酸味がどう出るか。いただきます。美味しくねえかもしれん、これは。ほんで、とどめに刺したバジルがすごく嫌だ。邪魔ですね。ちょっとやりたいことやっちゃいます。まず、トンボマグロの身を並べるんですよ。そしてここに、まずキムチのマヨネーズ。これ乗っけると。そして味噌もいいな。味噌マヨ。味噌マヨをこうやって塗ると。ピターっとね。そしたらここを炙っていく。焦がし味噌マヨ。めちゃくちゃうまそう。で、こっちも、キムマヨも炙っていく。よし、オッケー。じゃあ、焦がし味噌マヨからいきましょう。これ、めちゃうまそう。ちょっと焦げたところが、もうこの段階ですごくいい匂いがしてます。いただきます。うまっ。いや、味噌って焦がすと香りがすごく良くなりますね。口の中に入れた瞬間にパッと香りが広がりましたね。まあでも後半の追い上げが弱いな。やっぱ味噌マヨは。これキムマヨなんですよね。これ、こちらいきます。めっちゃうまい。追い上げがあるんですよね。すごいこう、キムマヨは伸びてきますね。口の中に入れた瞬間もうまい。噛んでってこう、交わることによってもまたさらにうまいと。これは本当にやってほしい。はい、ということで今日はこちらの自分で釣ってきたトンボマグロのお刺身ときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、銀色のやつ。この辛みの効いたお刺身にはね、キレのある銀色のやつ。これが合うんだろうな。てか絶対合います、これは。7対3、いただきます。自分で釣ったからまたさらにうまいですね。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は自分で釣ってきましたトンボマグロを使ってお刺身を作ってみましたけども、自分で釣った魚はうまいな。で、トンボマグロってね、スーパーの特売とかでよく売ってます。100g あたり100円台で買えますんでね、すごくコスパのいいマグロなんですね。で、マグロのランク的にはどうなんだろう。地域と相場にもよると思うけど、一番上が本マグロ。で、次がインドマグロ。ほんで、メバチ、キハダ、トンボマグロぐらいかな。トンジギすごい楽しかったですね。本当に。でもあれは釣りすぎ注意ですね。あんまりたくさん釣ってもね、困っちゃいますんでね。今日はそこまで入れ食いっていう感じじゃなかったんで、逆に楽しめました。あれ入れ食いすぎて、釣れまくっちゃってもう下処理も大変だしね。こんなたくさん食べれんもんでね。まあ、釣りはね、必要な分だけ釣って持ち帰るのがいいんだな。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。